皆さんこんにちは。オーロン4開発委員のマロデンタル&メディカル東京委員長であります下尾です。よろしくお願いします。よく、患者様からですね、オーロン4って何年持つんですかとかっていう質問をいただくんですね。その辺についてちょっといろいろ話をしたいんですけれども、そもそもインプラントって何年持つのっていうところからまずお話をさせていただきたいと思います。インプラントっていうのはチタンという材質のネジなんですけれども、このネジというのはですね、顎の骨の中に入るわけですけれども、この材質のチタンというのはこれ非常に不思議な金属でありまして、骨とくっつくというね性質があるわけです。このチタンと骨がくっつくというのを発見したのはですね、スウェーデンのブロネマルク先生という方なんですけれども、1962年偶然にチタンと骨がくっつくことを判明しました。実はウサギの足の骨ですね、そこに顕微鏡を入れて血管がどのようにできるかというのを見てたんですね。研究が終わってその顕微鏡を抜こうと思ったらですね、全然抜けなかったと。どうなってんだっていうことで見たら、この顕微鏡がですねチタンという材質でできていたわけです。それが骨とくっついちゃってたってことに気がついたんですね。これを人間の体に何か使えないだろうかということで、ブローム先生は研究を始めるわけですね。そして、この骨とくっつくということで、オッセオっていうのは骨って意味なんですけども、インテグレーション、結合ということで、オッセオインテグレーションという、造語なんですが、これを初めて作ったわけです。そしてその後ですね、今度は工学博士であります、リチャード・スカラック先生っていう先生がいるんですが、この方が今度はこのネジの構造につきまして徹底的に研究をしていただいたわけですね。ブローネマルク先生もリチャードさん、リカルドって言ってましたけど、リカルドがいなければインプラントはできなかったというふうにおっしゃっておりました。そしていよいよ人間の体に使おうということになるわけです。そして1965年にですね、人間の顎の骨の中にチタンのネジを入れようということになりまして、手術を計画するんです。ところがですね、手術当日になったらですね、患者さんがやっぱり怖い、やりたくないって急に言い出しちゃったんですね。実は第1号の患者さんっていうのは、第1号の患者さんになる予定の人を連れてきたタクシーのうんちゃんだったんです。ヨースター・ラッションさんっていう人なんですけど、いや僕歯がないからやっていいよと言ってですね、じゃあやりましょうかということで急遽やることになったんですね。でこの方は上も下も全然歯がない入れ歯の方だったんですね。でそこでこの患者さんの下顎ですね、そこに4本のチタンのネジを入れました。そしてですね、約2ヶ月後に歯をつけたんですね。どれぐらいで歯をつけたらいいかまだあんまり分かってなかった時代だったと思うんですが、2ヶ月後に歯を入れました。そしてこれが大成功するわけですね。さてその後ですね、一体どうなったかと言いますと、この4本入れたチタンのネジのうちの一番左の奥なんですけれども、ここが約20年後に折れてしまうんですね。それじゃ足りないということで、この真ん中の方にですね追加のインプラントを入れることになりました。画面に出ているのはそうなんですけども、一番端っこが折れたんで前の方にインプラントを追加しました。この患者様はですね、一体どうなったかというと、2006年の2月にお亡くなりになってしまいました。最初4本入れて1本折れちゃいましたけど、この最初に入れた3本はですね、なんとこの方がお亡くなりになるまで41年間もこの人の口の中で機能してました。ですからインプラント治療というのはですね、非常にきちんとお手入れをすれば長期にわたって使える治療だということはもう第1号の患者さんですでに実証されているんですね。その後ですね、1967年に第2号の患者さんの治療を行いました。スウェイン・ワンソンさんっていう人で、上が6本下が5本で、この方も大成功です。最終的には介護が必要になってしまって通院ができなくなったらしいんですが、50年使ったというふうに聞いております。さてブローネマルク先生はイエテボリ大学の教授を退官された後にですね、ブラジルに渡ります。ブラジル政府がですね、インプラントを好きに研究してくれと、費用を全部持つよということでブラジルで研究を始めます。でその時にはですね、口の中に入れて歯をつけるという治療だけではなくてですね、指にインプラントを入れて指をつけるとか、足にインプラントを入れて足をつけるとかですね、そういう研究も行ったんですね。そして残念ですけれども2014年12月20日にですね、85歳でしたけどブローネマルク先生はお亡くなりになってしまいました。
話をちょっと戻しますと、じゃあインプラントね何年持つのって話ですよね。まずインプラントのじゃあ成功率というのはどれぐらいなのかっていうと、この60年ぐらいの間に世界中でですねもう膨大なデータが出ておりまして、平均すると大体は 97% ぐらいです。このような外科的な治療において 97% 成功するというのは実は非常に成功率の高い治療方法であるわけです。ただ一方で 3% ぐらいはうまくいかないわけですね。これは一体何なのかっていうことになるんですけれども、やっぱりインプラントというのは顎の骨の中にネジを入れていく治療なんですけれども、ネジの最大の欠点は緩みという問題があるわけです。ただ一度くっついてしまえばですね、第1号の患者さんも41年間も使えていたわけですね。ですから実は完全にくっつかないまでの間、ほとんどが1年以内といいますか、その間にですねその 3% ぐらいが緩みを生じてしまうわけですね。この場合にはもちろんね入れ直しをすればどうにかなるわけですけれども、まずその初期の緩みというのが起きるということです。画面に出ているものをご覧いただきたいんですが、縦軸が失敗率です。そして横軸が時間の経過と考えますと、この初期の部分ですね、失敗というのは今言ったような緩みなどを生じるわけですが、これはやり直しが効きますので、最初のこの曲線はですね問題ない方向に下がっていくわけですね。さてその後数十年、何にもない時期があるわけです。これを安定期と言います。そしてですね数十年経った後にまたこの曲線が上がってくるんですけれども、これを後期疲労失敗期というふうに言われております。これはですね何かと言いますと、ボロンマルク先生の第1号の患者さんもそうだったんですが、約20年後に1本折れちゃったわけですね。チタンのネジというのはですねたかだか直径が4ミリ程度のものです。長さもねせいぜい10ミリとか、そんなに大きいネジでもないんです。皆さん考えてください。何十年もそんなちっちゃいネジね使ってたら、それはね金属疲労等を起こしてくるんですよ。毎日力がかかってるわけです。そこにはそういった材料学的な限界というのが、いつかは来る治療なんだということなんですね。ですけれども、それがいつ来るかというのはこれはもう全く想像がつきません。例えばものすごく毎日硬いものばっかり好きで食べてる人、毎日柔らかいものしか食べない人によっても違いますね。噛む力がものすごく強い患者さんと華奢なお顔で噛む力も弱い方、これによっても全然違うわけです。一番重要なことはですね、そういう材料としての限界が来るのはしょうがないとして、それまでの間にですねこの安定期というのをいかに安定させるかということが重要になってきます。材料学的に折れたりダメになったといっても、今はもちろんやり直すことだってできますし、ただその数十年経った時にですね患者さん自体が何かご病気があるとか、寝たきりになっちゃってるとかってできない状況ももしかしたらあるかもしれませんので、それはその時に考えるということにはなりますけれども、安定期というのをずっと安定させるということが最も重要なことなんですね。安定期を安定させるのには一番何が重要かというと、やはり炎症のコントロールです。皆さんよく歯周病って聞いたことありますか？歯をちゃんと磨かないと歯の周りにばい菌が溜まって炎症を起こして、歯を支えている歯茎が腫れて骨まで溶けてきて歯がグラグラしてくる、最後抜けてしまうと、これ歯周病って言いますよね。実はインプラントもちゃんと歯磨きをしなければ歯周病みたいになってしまうんです。この患者さんはですねインプラントが2本入っておりまして、その周りが骨なんですけれども、左に見えるところが入れた後健康な状態なんですが、数年後にですねこの方うまく歯磨きができなくてしばらく定期検診に来れなかったんですね。そうしたら、右側のインプラントっていうかな、そこの周りに少し黒い影が出ちゃったんですね。これは骨が少し炎症を起こしてしまった歯周病みたいな状態になってしまったわけです。昔と違って今はインプラント周囲炎っていうんですけれども、これも治療はできるようになりました。だからある程度回復ができることにはなってきたんですが、左側の健康なインプラントと比べたらもしかしたらこちらの方が少し寿命は短いかもしれない。ですからインプラントっていうのは入れて終わりではなくてですね、やっぱり入れてからがスタートだというふうにご理解いただきたいんですよね。新しい歯が生えてくるようなものだというふうに思っていただいた方がいいかなというふうに思います。初期の緩みを直して安定期を安定させるということですね。あといつかはダメになる可能性があるということをまずご理解いただいて、インプラント治療はスタートしていただきたいというふうに思います。ですからインプラント治療というのは、いつかは
ダメになる治療ではありますけれども、安定期というものをですね、いかに長く安定させるかということの方が最も重要なんだということをぜひ皆さんご理解をいただきたいというふうに思います。今日はここまでにさせていただきます。ありがとうございました。